はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、絹コーヒーグラインダートラベラーのですね、第2回目でございます。前回はね、引き目の具合をね、どんな感じで引けるかなというのを試し切りをいたしました。今回はですね、私の結構恒例であります、分解清掃組み立て編ということでやりたいと思います。ちょっとね、分解に関しては、ちょっとしたね、コツというのがね、この答えはありますので、それをね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。あとね、やってみたはいいものの戻せなくなっちゃったとか、そういった方のトラブルシューティングとしてこの動画を残しておきます。で、またね、分解するので、内場の形状なんかもね、見れると思いますので、ぜひね、ご覧になっていってください。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。で、毎回私どんなね、手引きミルでも言うんですけど、清掃の時に分解するっていうのは、本当ね、毎日やんなくてもいいです。毎回やろうとかね、言う方いるんですけど、全然やんなくていいんですよ。で、たまにね、奥に例えば深入りのコーヒーを引いた後に、その後、ブラシで拭くの忘れちゃったなとか、何ヶ月とか経っちゃったとかね、そういった時は、分解してね、中までしっかりと清掃するというのは大事かとは思います。日頃は、例えばですね、最初やっちゃいますけど、この引き目調整をすごい緩めていただいて、反対側にすると、このね、引き目調整のこの内場と外場の間が隙間空きますよね。このぐらい開いてもらって、あとはこういったエアブロワーとかでね、飛ばしてもらうと。あとはこのブラシとかでシュッシュッシュッとやると。日頃のメンテナンスはそれでいいと思います。なので、もう毎回分解しなきゃということはありません。ではね、やっていきたいと思います。で、分解するときはもうまずね、パーツをなくさないこと、向きがわからなくならないことっていうので慎重にやってください。こういったね、分解の時のトラブルに関してはもう保証は効かなくなってしまうので、そこをね、ご注意ください。ではね、絹のトラベラーですね、をやっていきたいと思います。若干ね、気をつけなきゃいけない部分もあるんですよね。まず上のこの留め具は外しますよね。引き目調整なんですけど、絹はこのハンドルを装着した状態でないと緩めることができないんですね、この引き目調整を。なのでこの状態でやっていきます。なので、まず反時計回りにして緩めていきますよね。でずっと緩めていくと、これがね外れるんですよ。ただ立てたままやるとこれがガションって下に落ちてパーツとかが飛んじゃう可能性あるので、今回は横にしてやります。この状態でここを緩めていきます。引き目調整をね緩めていくと、はい、今ね緩め切った時にここが外れました。こうやってガコってね、はい、この状態で、例えばねもうこれでもうハンドルは取っちゃっていいです。でこの状態下押さえててくださいね。これガコッと押しちゃうから。でこうやって縦に慎重に引き抜いてきます、軸を。そうするとまずこれが外れます。引き目調整のダイヤルですね。でこんな感じに軸が通ってるんですよ。でここ気をつけてください。これベアリングも外れます。ここね、これなくさないでくださいね。こんな感じで外れますので気をつけてください。これねこっち側なんでこう置いときますね。でベアリングここ外れました。そしたら本体を上に上げていくとこういう風に外れてきます。でこれまた注意が必要です。こういう構造になってるんですけど、今全部引き抜いちゃいました。一緒に。まず軸にベアリング、一番奥側にねこれが入ってました。これなくさないでくださいね。でその次にバネが入ってます。これですね。でここにですね、これなくしやすいですね。ほらこれワッシャー、これが入ってるんですよ。でこの個体の場合は特に裏表はないかな。若干ちょっと粗みたいのが残ってる方がありましたので、これはこのままと覚えておいてください。この向きをね、どっちでも基本大丈夫だと思います。この形状でしたらね。はい、これを置いときます。でこれ内場ですね。
この軸からこう外すことができます。はい、今回絹のこの内刃少し黒のコーティングがされていますね。で6枚刃ですね。12345 6、はい、6枚刃になっております。刃の形状がこんな感じになってますね。この形状の刃というのは6枚刃がね、基本スピードもちょうどよくてバランスがいいですよね。で綺麗にすごい切ってくれる刃だと思います。こんな感じの外刃ですね。はい、こんな感じになっております。これで分解は終わりです。ここまで来たら清掃は簡単です。もう基本ブラシとかでね、こうシャシャシャっと内部に挟まったものを取ってもらえばいいと思います。で別売になっちゃいますけどね、こういったエアブロワーがあると便利です。このブラシもね別売ですね。はい、こんな感じでね、ブラシとエアブロワーなんかで基本的には清掃をしていきます。はい、これで一通りね清掃が終わりました。はい、では次にですね、組み立てをやっていきたいと思います。はい、では組み立てですね、さっきの分解と全く反対のような感じで動いていきます。はい、ではね、この本体、これ上部ですね、下からこう軸を入れていくんですけど、この絹のトラベラーの場合はまずね、この軸にまず全部装着しちゃった方がいいです。まず内刃ですよね、これをこんな感じで、ここにね凹凸があるので、これはね3つのうちのどれかにこうポチッとしっかりねこういう風にはめていくという感じですよね。次にこのワッシャーになります。ワッシャーを外した通りというかね、どっちでも基本いいとは思うんですけど、こんな感じではめていきます。次にバネですね、スプリングをこうしてはめていきます。次ベアリングをもう装着しちゃいましょう。ここで、はい、こんな感じですね。で本体の下側、こっちですねからにこう刺していきます。でベアリングがちゃんとねこういうふうにはまるように中にね、で一回このしっかりとブニョンと刺さってるかどうか確認してください。で押さえたまんま裏返します。で上ベアリングをまずここで装着しちゃいましょうね。その方がいいと思います。はい、こうやってはまりましたね。でここからですね、この調整ダイヤルを入れてきます。でこの時点で、ハンドルですねを、カチッとはめときます。で下を押さえながら、こっち押さえてますね、こうやって押さえながらこうダイヤルを時計回りに締めていきます。でちょっと締めるともう下は落ちなくなりましたね。こう指外してももうはまり始めました。なのであとはこう締めていくわけですね。これ時計回りに回してます。細引きの方ですねに回していきます。はい、止まりました。でグッと一番締めたところが、この個体のね一番締まったところの、9に戻ってますよね。これでこの個体でしたら OK という形になりますね。でハンドルつけたまんまの方がいい場合はこのままこの留め具をこうしちゃいます。で粉受けを装着して組み立て完了です。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日は、絹トラベラーのですね分解清掃組み立て編をやってみました。メンテナンスはね、簡易清掃とかでもね基本はいいと思います。分解してねこうやる場合の参考になればと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。